こんにちは。今日は以前新生児向けの帽子として動画で紹介していたものを糸の色を変えてもう一度撮影し直したので、それを紹介したいと思います。使用する毛糸は以前動画で紹介したバロッコキッズ、これの水色を使います。かぎ針は 3mm の5号、そしてハサミととじ針と、初心者の方はこういうマーカーもあると便利です。帽子をこのようにぺたんこにした状態で、この長さが約 17.5 センチになっているので、帽子のサイズの頭囲が35センチになります。帽子の深さは、約14センチで、これを折り返して使うと約13センチになります。まず最初にこのような長編みの円を4段編みます。1段目は輪の作り目から鎖編み3回で立ち上がって、長編みをこの輪の中に15回編み入れて、立ち上がりの3目目の鎖に引き抜きます。この鎖の立ち上がりも1目と数えるので、1段目は全部で16目になります。まずは輪の作り目を編みます。糸を支えて輪の中に針を入れて、このように取ってきて、もう一度糸をかけてここをくぐってギュッと引き締めたら、ここまでが輪の作り目になります。そして鎖編み3回で立ち上がります。この立ち上がりの3目目の鎖が1段目の最後に引き抜く目になるので、目印として初心者の方はこのようにマーカーをつけておくと分かりやすいかと思います。そしてこのままこの輪の中に長編みを15回編み入れます。15回長編みが編めました。そしたら一度針を外して、この編み地を糸端の方向にギュッと寄せます。そしたら糸端を軽く引っ張ると、この2本のうちのどちらかが動くので、グッと引っ張って動いた方の糸を先にギュッと引き締めます。そうすると中心が締まって、最後に糸端を引っ張って残りの中心の糸もギュッと引き締めたら、これで完全に中心が絞られるので、針を戻してさっき目印をつけた鎖編み3回の立ち上がりの3目目、ここに引き抜き編みをして1段目を完成させます。
れで1段目が編めました。2段目は鎖編み3回で立ち上がって根元に長編みを1回、そして次の目からはすべて長編みを2回ずつ編みます。ここまで2回編んで目の数を1段目の2倍、16×2 なので32目にします。2段目はまず立ち上がりを3回編んで、そして目印で根元がどこかっていうと、1段目の最後に引き抜き編みをしたところと同じところが根元ということになります。この根元に長編みを1回編みます。そして次の目からは長編みを2回ずつ、この目がちょっと編みにくいんですけど、ここにも同じように2回長編みを編みます。1回、もう1回、次の目にも長編みを2回、残りの目も同じように長編みをすべて2回ずつ編んで、この目ですね、ここまで2回ずつ編んで、またこの目印の3目目のところに引き抜きます。最後の目にも長編みを2回編んだので、この立ち上がりの3目目に引き抜いて、これで2段目の完成です。続いて3段目は21212121の法則で編んでいくんですけど、ここが立ち上がりになっているので、根元は長編みを1回、次の目も長編みを1回、そして次から212121というふうに2と1を交互に編みます。目の数は2段目から16目増えて48目になります。まず3段目も鎖編み3回で立ち上がります。3目目に目印をつけて、もう分かるという方はつけなくてもいいと思います。そして3段目の最初は根元、ここに長編みを1回、根元に長編みを1回編んで、そして次の目にもちょっと編み入れにくいんですけど、長編みを1回、そして次の目、ここからは長編みを2回、長編みを1回、2回、1回、2回、1回と繰り返します。ここは長編みを2回、そして次は長編みを1回、そして次は2回、次は1回、この要領で残りの目も2121と編んでいきます。で、編み図を見ると分かりやすいんですけど、最後は長編み1で終わるかと思います。最後のこの目まで編み進めます。3段目の最後の目まで編めました。ちゃんと1で終わっているので大丈夫だと思います。そしたらこの目印のところに
き抜き編みをして3段目の完成です。4段目は鎖編み3回で立ち上がって次の目から長編みを2回、そして長編みを1回1回、211、211、211というふうに211の法則で編んで、最後はまた長編み1で終わります。目の数は3段目からさらに16目増えて64目になります。4段目も鎖編み3回で立ち上がって3目目に目印をつけて、そしてここが根元なので根元の次の目から、4段目は根元の次の目から211、211という法則で編みます。もう一度根元の次の目に長編みが2回編めました。そしたら1回1回、次も211、また211と編めたので、残りの目もぐるっと211、211と編んで最後1で終わります。4段目の最後の目まで編めたので、また3目目に引き抜いて、これで4段目の完成です。続いて5段目は長編みを1個ずつ編み入れます。13段目まで長編みで増し目なしで編みます。5段目から13段目までなので9段編みます。立ち上がりは鎖編みを3回、そして増し目なしの段は根元の次の目から編み始めます。この根元に編んでしまうと目が増えてしまうんですけど、結構よく初心者の方で間違えやすいポイントなので注意して根元の次の目から5段目から13段目は編み始めるというのを気をつけてください。4段目の頭に長編みをこうやって1個ずつひたすら長編みを編んでいきます。で、同じようにぐるっと最後のこの目まで同じように長編みを1つずつ編みます。最後の目まで長編みを編んだら、また立ち上がりの3目目に引き抜いて、これで5段目が編めました。この5段目から増し目なしで編んでいくので、適当なところにこの5段目のところに目印をつけて13段目まで同じように編みます。これで13段目まで編めました。この目印が5段目だったので5、6、7、8、9、10、11、12、13段目、そして最後14段目。14段目は鎖編み1回で立ち上がって下の目に1つずつ細編みを編み入れて増し目なしで1周編んで、一番最初の細編みの頭に引き抜いて糸始末をします。鎖編み1回で立ち上がって根元から1つずつ細編みを編みます。
長編みの時は根元の次の目からだったんですけど、細編みの時は根元から編むので注意してください。次の目も1回、次の目も1回。このように一つずつ細編みを残りの目にもずっと編んで、最後のこの目まで編み進めます。最後の目に細編みが編めたら、一番最初の細編みの頭に引き抜いて、そして糸始末分だけ少し長く糸を引いてカットします。の糸端を目立たないように始末します。これで帽子の本体が編めました。端だけ折り返して、こんな感じで使うと可愛いかなと思います。最後にこことここにつけるくまさんのお耳を編みます。耳も輪の作り目から編み始めます。輪の作り目が編めたら、ここから鎖編み1回で立ち上がって、この輪の中に細編みを6回編みます。最初の細編みが編めたら、ここに目印をつけておきます。そして2回、3回、4回、5回、最後6回。細編みが6回編めたら、1回針を外して糸端の方向にギュッと編み地を寄せて、本体の時と同じように糸端を引っ張って動いた方を最初に引き締めて、そして糸端をもう一度引っ張って中心を絞ります。針を戻したら、一番最初の細編みの頭に引き抜きます。この目印をつけたところなので、ここに引き抜き編みをして、これで1段目が編めました。続いて2段目は鎖編み1回で立ち上がって、根元から細編みを2回ずつ編みます。で、さっきと同じように一番最初の細編みの頭に目印をつけて、でこれで根元に2回細編みが編めました。そして次の目も細編みを2回。すべての目に細編みを2回ずつ編み入れるので、目の数は 6×2 で12目になります。そして最後の細編みが編めたら、目印をつけた一番最初に編んだ細編みの頭に
引き抜き編みをして、これで2段目の完成です。目の数が12目。続いて3段目。3段目は根元から細編みを1回、次が2回、次が1回、次が2回と1と2を交互に最後の目まで繰り返して編みます。一番最初は鎖編み1回で立ち上がって根元、さっき引き抜いたところと同じところに細編みを1回で、最後に引き抜く時に分かりやすいように一番最初の細編みの頭に目印をつけて、次の目に細編みを2回、次が1回、次が2回、残りの目も121212と繰り返して最後の目まで編み進めます。最後の目まで細編みが編めました。最後は細編み2回で終わっているかと思います。そしてこの目印をつけたところ、最初の細編みの頭に引き抜きます。これで3段目ができたので、続いて4段目。4段目から6段目までは3段分増減なしで細編みを編みます。鎖編み1回で立ち上がって根元から下の細編みの頭に1個ずつ細編みを編みます。一番最初の細編みの頭に引き抜いて、これで4段目が編めました。この4段目と同じように増減なしであと5段目6段目なので2段分編みます。6段目まで編めました。こういう感じになったので、最後7段目。7段目は鎖編み1回で立ち上がって根元から1、そして次と次を減らし目1、減らし目という風に細編み1と減らし目を交互に編みます。まず根元に1回、そして次が細編みの2目1度、減らし目が編めたら次の目は細編みを1回、そして減らし目、そして1回、ここで減らし目、取ってきて取ってきて3本を一度に引き抜く、これを繰り返します。ここで最後の減らし目になります。最後まで編めたらまた細編みの頭に引き抜きます。そして糸端は縫い付ける分だけ長めに必要になるのでですね、60センチぐらいぐーっと引き伸ばして、そしてカットして糸
糸玉につながっている方の糸を引っ張れば、これで耳の完成です。この耳をもう一つ編んで、帽子の本体にとじ針で縫い付けます。帽子本体にこのように立ち上がりのラインがあるんですけど、これの手前側、ここに一つ耳をつけます。つける位置なんですけど、中心があって1段目の頭、2段目の頭、3段目の頭、ここにこのラインにこのように耳の端が来るように縫い付けたいと思います。そしてこの立ち上がりのラインの延長線上のこのラインの手前側の3段目のこの部分、ここにもう一つの耳をつけます。立ち上がりのラインがある方側から縫い付けたいと思います。1、2、3段目の頭、立ち上がりの手前、あんまりギリギリすぎるとこの耳が少し湾曲している分後ろに行ってしまうので、立ち上がりのラインの手前の、2目目ぐらい、この辺かな、この辺に針を通して、そしてもう一度ここでスタートの位置が決まったので、あとはこうなるかこうなるかっていうところなので、ちょっと遠目で帽子を全体的に見ながら、この位置だなっていうところで手で押さえながら、あとはぐるっと一周このように縫い付けていきます。この耳の部分が少し湾曲しているのをイメージしながら縫い付けるといいと思います。これで耳がつきました。ちょっと頼りないなっていう場合はもう一周ぐるっとしてあげると安定すると思います。今はしっかりくっついているので、耳の後ろ側で糸始末をして糸をカットします。反対側も同じように縫い付けます。これで帽子が完成しました。以上、今日は新生児向けのくまさんのお耳付きの帽子の紹介でした。糸の太さを少し太いものに変えると1歳ぐらいのお子さんでもかぶれると思うので、ゲージを取ってぜひ編んでみてください。今日は以上です。ありがとうございました。